こんにちは、こんばんは。バリ島のビジネスマンです。今回の動画はクルーズ7日目の動画です。この日は一日中クルーズの日。船の中でどのように過ごしたのでしょうか？これまでの動画をまだ見ていない方はこちらの動画もご覧ください。8月6日朝8時36分です。今朝も夫婦でザ・カフェ220へ朝食を食べに来ました。朝食はサラダにオリーブオイルとバルサミコ酢をかけていただきます。あとはデザートにスイカ、そしてコーヒー。他にも温かいブリトーとベジタブルウラップもいただきます。ちょうどこの会場では8時30分からモーニングストレッチが始まっていました。皆さん朝からストレッチで体をほぐしています。ストレッチは体の緊張をほぐして船酔い防止にもなるそうなので、船酔いしやすい方はぜひ参加してみてください。9時になったら今度はモーニングダンスエクササイズが始まりました。結構ハードな動きのプログラムが30分も続くので、朝からしっかりと体を動かしたい方にはぴったりです。モーニングストレッチで体をほぐした流れで、そのままこのエクササイズをセットに行う方が多いようです。船の中でもこういう習慣を続けるなら、朝からしっかり目が覚めそうですよね。僕も元気になったら参加してみたいプログラムです。はい、こちらはねフォトギャラリーになってます。船内で撮ったねいろんな写真をねカードをかざすとね自分の写真だけ出てくるようになってますね。今ちょうどおじさんがね自分の写真選んでるところだと思うんですけども、船内でね結構写真撮る機会撮ってくれるんですけどね、その時に自分のカードを登録して撮ってると、こうしてね自分で選んで好きな写真をね現像することができるみたいです。そんなサービスですね。あとは船の先頭で写真を撮ってくれるサービスになります。それはね52ドルするそうです。ちょっとお高いんですけどね、船の先頭に行けるというそういったメリットもありますんで、そういった写真欲しいって方はね、この機会に申し込んでみてください。あとはね GoPro もね売ってます。GoPro も免税で買えるみたいなんですよね。安いって言ってるんですけども、日本の価格 .com と比べると、そんなに安いって感じはしないですね。急にねここに乗って GoPro が欲しいって方はねここで手に入れることもできます。それでは失礼します。今ですね5階のバーに来ました。ここで数読のパズルをねやるというので、参加しに来ました。妻はねちょっとね今体調悪いんですけども、こうやってね一人で気兼ねなく参加できるイベントもあるので、今日はちょっと一人で楽しんでいきたいと思います。数読だったらね、英語関係ないのでできるかなと思いました。それではチャレンジします。参加者にはですねこうして紙とね鉛筆を渡してくれます。鉛筆までね渡してくれるのは親切ですよね。だから手ぶらで来ることができます。ただねこれまだ触っちゃダメだって言われてるので、まだこのままにしておきます。多分ねテストみたいにね一斉にみんなやるんでしょうね。数読自体のちょっとルールがよく分かってないんですけどね、ちょっと勉強してくれる方なんですけども、今ネットが繋がらないのでルールが全く分かりませんので、ぶっつけ本番でやりたいと思います。数読チャレンジ。始まったみたいです。これ埋めていくみたいですね。どうやって埋めればいいんだ数読って。結局30分ぐらい数字を足したり引いたりいろいろ考えたんですけど、最初の数字だけであとは全く分かりませんでした。やっぱりルールを分かってないと難しいですね。後で数読のルールを見たら、空いているマスに1から9までの数字のどれかを入れるだけのとても簡単なルールだったようですが、僕が深読みしすぎたみたいです。次回また頑張ります。今プールサイドに来てます。ちょっとねまだね体の調子が良くないのでプール入る気にならないんですけどね、プールサイドのそばにあるねこういうハンバーガーとかね軽食が食べるとこホットドッグ屋さん、ここにねバリ島から働きに来てる方がいたのでちょうど会いに来ました。電話番号交換ねさせてもらいました。インドネシア人はねここで従業員が300人働いているそうです。1500人の従業員のうち300人だから5分の1インドネシア人ですごいですよね。こうしてねインドネシアの言葉が使えるのでね、僕みたいにインドネシア語しか喋れない方でも、向こうインドネシア人にインドネシア語喋るとね、かなり喜んでくれますので、
プールで疲れたらぜひこんなとこにも休みに来てください。はい、暑いのでね、ちょっとバニラソフトクリームもらいました。ちょっとシャリシャリしてるバニラなんですけどね、さっぱりしてます。ああやってね、入れてくれます。これも無料で食べることができます。ちょっと喉の調子が悪い時とかね、これ本当助かりますね。はい、じゃあいただきます。はい、今日はね、お昼にウィンドジャマービュッフェにやってきました。14階ですね。窓際の席座るとね、海を見ながら今日食事取ることができます。今日すごい混んでますね。どうしてもね、1日クルーズの時はね、皆さん4000人、4500人が一気にね、このお昼の時間、食事会場に向かうんだと思います。夕方の6時20分にゴンドラに乗る予約をしていたので、ゴンドラ乗り場にやってきました。このゴンドラ、結構人気があるので、乗りたい方は早めに予約するのをお勧めします。値段は1人19ドルになります。時間になると階段を登ってゴンドラに乗り込みます。このゴンドラ、近くで見ると結構な大きさがあるので、大勢入ることができそうです。ちょうど夕日が見れる時間帯を狙ってゴンドラの予約をしたので、綺麗な夕日が見れそうです。中に入ると冷房がしっかりと効いていて、ゴンドラの中はとても涼しくて快適です。今ゴンドラがゆっくりと上に動き出しました。今回の乗客は僕たち夫婦を含めて5人だけなので、中はガラガラでした。一番上まで上がると、今度は右方向にゆっくりアームが動き出します。ちょうど太陽が海に沈む様子がよく見えます。1日クルーズの時は夕日の時間を狙って乗るのがおすすめです。ゴンドラが回転していくと、今度は船の前の部分が見えてきます。船の屋根についているレーダーのアンテナが回っている様子がよくわかります。今度は船の後部を覗いてみます。船が白い煙を上げて進んでいるのがよくわかります。上空の高い位置からいろんな角度で船が見れるので、船に乗っているというより、ヘリから船を見ているようなちょっと不思議な感覚になりました。改めてすごい大きなクルーズ船に乗っているんだなぁと実感しました。ゴンドラ内にはスタッフの方も乗っているので、スマホを渡してゴンドラ内で写真を撮ってもらいました。あっという間に15分が経過。ゴンドラは元の位置に到着しました。こちらのゴンドラはクルーズ中だけでなく、寄港地に停泊している時にも稼働していて、寄港地の夜景も楽しむことができるので、もしこのクルーズ船に乗ったら、一度はこのゴンドラに乗ることをお勧めします。はい、8月6日6時55分です。はい、先ほどね、船の上のねカプセルに乗ってきて、この後ねシルクロードっていうねイベントにね参加する予定なので、それまでちょっとね軽く食事を済ませようとしてウィンドジャマー来ました。ペトリバイドね、今日はねこういったバスティマライス、それとこのカレー、ローストビーフね美味しそうだったので持ってきました。今これも焼いたお肉と魚とお芋、レモネードですね、はい、それでは食事いただきます。8時16分、はい、こちらザ・シルクロードを見に来ましたね。乗船した人はね無料で1回ねこれ予約することができます。いやカフェ270とかですね、はい、ここでねいつも食事してる会場がこういう風にね今シルクロードの会場になってます。そろそろね始まると思います。続々人が入ってきます。結構ねいい席はねやっぱり早く来て席取ってますんで、もういい席で見たいという人はね一番最前列とかね45分前とかに来た方がいいですね。僕たちねちょっとね30分前来たんですけども、2階席の方がね結構空いててね個室感があるのでそこを選びました。はい、席によってはね本当にエアコンで寒い席もあるので、本当に早めに来てねいい席選ばれた方がいいと思います。それではショーを楽しみたいと思います。こちらのショーは歌あり、踊りあり、太鼓ありのオリエンタル感たっぷりのミュージカルです。こちらの舞台の前には大きなテレビパネルや動く舞台など
演者がそれら舞台を最大限に使って最高のパフォーマンスを見せてくれました。どの言語の人が見てもショーの内容がよくわかるようになっているので、英語がわからない方も十分に楽しむことができます。とにかくとても迫力のあるショーなので、ぜひ早めに会場に来て眺めの良い席で見ることをお勧めします。こちらのショーは司会者が何人かの観客を舞台に招いて、催眠術なのか暗示なのかよくわかりませんが、その司会者の指示に従う観客の反応を見る観客参加型のショーです。司会者の指示がだんだん無茶ぶりになってきて、最後にはノリノリのおじさんが面白い動きをさせられて、観客がめちゃめちゃ盛り上がっていました。個人的には舞台上の誰一人催眠術にかかっていないように見えたんですが、そんなの関係なくノリノリおじさんが面白い動きをして、みんながすごく盛り上がったショーでした。こちらの会場では Five for Men という4人組のバンドの歌と演奏を聴きながら、真ん中の会場で踊ったりお酒を飲みながら聴いて楽しむイベントです。踊りに自信のある方はぜひ参加してみてください。8月の6日22時56分、もう11時ですね。はい。明日台湾に到着する予定なんですけども、スタッフの方がね、こういったパスポートのコピーを持ってきてくれました。なぜかというと、パスポートね、みんな預けてるんですよね。はい、船に。なので、私たち手元にパスポートないんです。そして、明日台湾に渡るときに、こういったハンコがね、渡るときか帰ってくるときかわかんないですけどね、ちょっとハンコが必要なので、コピーにね、ハンコをして、はい、持ってきてくれました。これで入国できるみたいです。はい。明日の朝7時に到着する予定で、夜の11時半ですね。それまで台湾楽しむことができます。はい。こちらもね、少しちゃんと説明しておきたいと思います。ブレックファーストメニューというふうにね、お部屋にね、これ3つぐらい、お部屋掃除してくれると3つぐらい置いてくれるんですけども、はい。これに、ルームナンバーね、ここ書いて、そしてですね、うちだと2人、ナンバー書いて、時間があります。何時に持ってきてほしいかね。はい。ここにね、チェック入れときます。例えば、ゆっくりね、食事とってから、台湾に入るよって方はね、ゆっくり8時とか、ね、こうやってチェックしておくことができます。そうすると、ルームサービス来る寸前にね、電話来るんですよ。はい。だから目覚まし代わりに、ね、なるんですよね、その電話が。はい。今からルームサービス持ってきますって言われるので、じゃあ来るんだ。で、それで電話で起こしてもらって、頼むことができます。で、メニューがね、こうなっていて、はい、こちらに、コンチネンタルブレックファーストっていうのがあって、はい、こちらは無料でね、頼めるんです。はい、こちらのアメリカンブレックファーストっていうのは、お金がかかります。こちらの無料のものに関しては、アップルジュース、オレンジジュース、コーヒー、牛乳とかね、はい、こういったいろんなこちらに飲み物がね、ファットフリーミルクとかね、いろんな飲み物があります。で、こちらに、ベーカリー、パンですね。はい。あとは、クロワッサンとかね、はい。いろんなね、トーストとかね、頼むことができます。例えばコーヒーはね、2人分欲しいときは、こちらコーヒーを2。で、アップルジュース、オレンジジュース1つずつ欲しいので、1、1と書いておきます。こうやってね、数字を書いて、最後ね、この部分がね、ドアノブにかけられるようになってますんで、朝の3時までにね、これかけておくと、はい、この指定した時間に持ってきてくれます。これもとても便利なサービスで、無料で受けられますので、もしよかったら、ご利用ください。それでは失礼します。それでは明日は台湾観光なので、これでおやすみなさい。